So I grab my teeth. They want to keep receipts. I said, I buried the old me 6 feet under, in case you wonder. 6 feet underground, my lips here won't make a sound. I told you once, I told you twice, where I left those words in a past life. I'm moving too slow. I pick it up with some blue smoke. Guess I don't be a hoe. Got what you need in a rock and roll, to rock and roll. I said 10 white lines, got me feeling inspired, got me widening my eyes, better than blue. It's true, bruises glisten like blueberries. Situation like Henry is too hairy. Now I'm chasing a little bag down no Burberry. Yeah, it ain't too late for this shit. No, no, yeah, yeah. 寿司は美味しい。いろいろとこの辺に怒って。この後また頼んだんだっけ？もしかして。あ、本当だ。っていう姿勢取るの。出るじゃん。出るじゃん。すごい力ずくでも出るぞって。嫌そう。嫌そう。開してあるからもうちょっと言おうよ。だった。この作用。本当だね。足で蹴らないし。あれ肉球が可愛い。クリアゆ。堀合さん登場お願いいたします。堀合です。早稲大学の語学堂を選んだ理由としては、当時ライティングがすごく有名な学校だったんですね。語学学校なのに卒業論文があるだとか、すごい簡単なものなんですけど、大学卒業を目的にしてたので、レポートとか書ける自信があんまりなかったんですよね。そこでちょっと練習しつつ卒業できればいいなと思ったのがきっかけで、そんなレベルの語学力でポンと現地の学生と一緒に勉強する環境に入ってしまうと、勉強も大変ですけど、コミュニティに入っていくのがものすごく大変なんですよ。打ち解けるのに何かしたこととか、1年生の時は韓国人のコミュニティにも全然入れなかったので、中国人とウズベキスタンとカザフスタンの子たちがいたんですけど、もう韓国に7年ぐらい住んでる子たちだったんですね。高校からとか来てて、でその子たち外国人だけど私の韓国語を指摘してくるみたいな、うまいのだった人よりも語学堂ってあんまりできない子たち同士で喋るじゃないですか。だからあんまり伸びないんですよ。どっちが合ってるかわかんないしそこでちょっと鍛えられて、2年生ぐらいになってから隣っていうんですけど、サークルに入って、そこから現地の学生とちょっと打ち解けることができるようになった。なんか会社って雰囲気一概には言えないんですけど、私の勤めてる会社がスタートアップっていうのもあって、時間の融通が利くっていうのと、ここにもある通りなんですけど、卓球したりとか、場所ですごい珍しいね。ああ、そうなんですね。あ、そうですね。でも休み時間じゃない時にやってる方もいらっしゃるんです移住するっていうのは結構ハードル高いんじゃないかなと思うんですけれども、宮井さんがね、高校生の時点でそこに踏み込めたっていうことで、やっ
ぱり高校生の時に来られた理由っていうのは若かったからっていうのが大きかったのか、怖いもの知らずだった、もうやればできるもんだと思ってたっていう。で現実を知った中でやっぱり住もうって思ったきっかけが多分就職活動の時だったかなと思っていて、4回生の時に日本でも就活を実際にちょっとしてたんですけど、最終面接に向かう電車の中でなんか違うかもしれないってちょっと思ってしまって、いつも生活にワクワクみたいなのを求めてるんですけど、なんかそのワクワクがあんまりなかったんですよね。でなんかこのままここにいていいのかなっていう風に感じた時に、まだ住まないといけないかもしれないっていう風に思ったので、やっぱり生活のワクワクが私は韓国にあるのかなと思って。似てます？どうですか？実際には見て、ちょっと似てでもハイタッチ行ったんですよ。あ、それが好きなんですか？いや、なんか違う星がジョモじゃなかった。そうなんです。よくご存知ですね。お茶はカフェインです。あ、入っちゃってるお茶全然いいです。ありがとうございます。嬉しいです。でも注射してちょっと良くなったんですよ。ありがとうございました。たくさんプレゼントもいただいて、すごく楽しい時間でした。応援に駆けつけてくれたお母さん、お疲れ様でした。貴重な経験でした。いやこんなところに鏡が。いただきます。